北海道大学札幌キャンパスの目と鼻の先にある札幌研究林の実験苗畑。農学部から歩いて10分ほどの小さな森は、100年以上も前から北海道大学の研究や教育に使われてきました。最近では森林研究だけでなくアートプロジェクトの場としても活用されるなど、幅広い取り組みが行われています。実験苗畑と呼んでいるところですけれども、これは歩いてすぐに行くことができる場所に10分もあれば行けますので、そこにいろんな施設が作ることができる、いわゆる生態学の研究を進めたり森林の保全にかかるような研究をやるためにはいろんな実験をやらなくちゃいけないんですけども、それをやることができるのがそのキャンパスのすぐそばにあるっていうことはものすごいメリットなんですよね。隣にあるけどちょっと足を伸ばさないと、ちょっと角度を決めないといけないような場所っていうところが私にとっては結構作品だったりいろんな、コミュニケーションをする場所として適してるのかなというふうに思っていて、すごく特別な場所として自分の安心して挑戦できるような場所になってるのかなというふうに思います。かつてはその名の通り、苗木を育てるために使われていた実験苗畑。ここで育った木々は北海道大学の全道各地に広がる研究林に植えられていったといいます。現在は主に農学部森林科学科や環境科学院の研究や教育に生かされています。環境の変化が森林に及ぼす影響について研究している農学研究員の小池隆義さん。長年森林科学科の教育に携わってきました。北大の森林科学科の一番大きな特色っていうのは、開発と保全のバランスをどうやって取ってていいかということをやっていこうと。だから加工技術の面も非常に優れた研究がなされているけれども、その反対の作る側の方ですね、森林を作る側の作り方もやっぱり自然にあまり逆らわないで自然の理解をまずやると。それからいろんなものが生きているのが森林なので、絶滅危惧と言われるものの約半数は森林を生息域にしているので、それを守っていこうと。やはり自然が生み出してくれるおこぼれの分を我々がいただくのが筋じゃないのかという、そういう保全と言われる考え方を中心に森林科学は運営されてきたし、そういう教育をしてきたと。小池さんのもとには国内外から研究者たちが集い、苗畑での研究を進めてきました。農学研究員の北岡聡さんは、急激な二酸化炭素の増加に対して植物がどのような応答を示すのかを調査しました。樹木が新しい次の世代が育っていくためにはやっぱりある程度光が入ってこないといけない。それにはあまり上にある木の葉の量が多すぎると良くないんですね。光が入ってこないんで。ところがそれが二酸化炭素濃度が上がっちゃって下の方まで葉をつけるようになると、光が芽生えが生えてくるようなところまで届かないようになってくる。そうなっちゃった時に、じゃあ次の世代の森はどうなるのかなとかっていうのね、それはやっぱり二酸化炭素が増加することの問題点だと私は思ってますね。北岡さんは苗畑にあるフェイスという装置を使って植物の周りの二酸化炭素の濃度を上げ、成長への影響を調べました。フェイスはですね、リングの中に CO2 濃度を感知するセンサーがあってですね、それで CO2 の濃度が下がると自動的に設定した CO2 濃度まで二酸化炭素を吹きつけると。これまでは温室の中で CO2 を孵化して、鉢植えを使ったりとか、周りに覆いを作って CO2 濃度が下がらないような状態にして実験をしているような施設が主だったんですけれども、そうすると高さ方向の成長っていうのも植木鉢のサイズによって規定されちゃったりとかっていうことがあるんですけども、それがないような条件で、本当に自然に近い条件でフェイスを使うと実験することができますので。地球環境科学研究員のジャミー・モーゼルさん。学生時代に小池さんと共に苗畑での調査に取り組みました。私はフェイスに、CO2 の高める実験のある北大へ来ました。そこで
CO2 の高い環境で森林のせに関わる研究をしました。苗畑のフェイスの実験も珍しいですから、その危険は、大切だと思います。苗畑は若い世代の研究の場にもなっています。造林学研究室の白鳥敦樹さんはビニールハウスで柳を使った実験をしています。今ここでやっている研究は柳に病原菌が感染した時にその病原菌がどのような影響を柳にもたらすのか、それを菌類ごとに影響の強さを調べる研究をしています。今ここに柳の枝が210本あるんですけども、それぞれに樹皮に穴を開けてそこに菌類を培養した培地を切り取って中に入れて蓋をして8週間培養を行っています。で最終的に木の中でどれだけその病気の病床が広がったのかを測定することによって調べています。柳は北海道の河畔林川沿いにある森林の主要な樹種でどこにでもある木なんですけども、柳から他の樹木に植物層が移り変わっていくということが知られているんですが、そこに菌類が関係しているということを証明するようなことを最終的に目指しています。山木隆俊さんはニレ立ち枯れ病というニレの木の病気を媒介するキクイムシの研究をしています。キクイムシはニレに卵を産みつけます。卵が成虫になると木に穴を開け外へ出ていきます。ここでは、自分たちが研究林で木を切ってここに置いておくと、その繁殖する場所だっていうことでキクイムシたちが寄ってきてくれるので、ここに卵を産んでもらって実験に使うのがだいたい春先なので、だいたい1年弱ぐらいですかね、置いとく期間としては。山木さんはオープントップチャンバーという装置でキクイムシがニレから出てくる温度を調べています。オープントップチャンバーは本来は二酸化炭素濃度の高さが植物の成長にどう影響するかを調べるための装置で、かつては小池さんたちの研究に使われていました。山木さんは覆いのかぶせ方を調整して装置ごとの温度を変え、卵が産みつけられたニレを中に入れて観察しています。では室内の実験装置であると、温度の調節はかなりきれいにできるんですけれども、こっちのオープントップチャンバーだと雨だったり風だったりそういった部分を自然条件下に近い形で研究ができるので、実際に樹木で考えるときにより自然に近い考え方ができるのではないかなという特徴があると思います。ニレっていうのは結構札幌で街路樹として用いられているんですけど、そういった景観を崩さないためにどういうことができるかというのがこの研究の目的というか狙いであると考えています。実験苗畑と札幌キャンパスの間には石山通りと呼ばれる公道が通っています。1972年に札幌で開催された冬季オリンピックに向けて石山通りが延長され、一続きだったキャンパスは分断されたのです。通りの上には一本の橋が架けられ、研究者や学生たちがキャンパスと苗畑を行き来するために使われていました。しかし、およそ半世紀にわたって活躍したこの橋は、老朽化により撤去されることになりました。2021年10月、深夜に工事が行われ、その歴史に幕を下ろしました。科学技術コミュニケーション教育研究部門のパク・ヒョンジョンさん。現代美術が専門で、アート作品の制作やアートを通したサイエンスコミュニケーションの実践研究をしています。この橋がなくなるかもしれないという噂がありました。ある意味1年とか1年半ぐらいの期間でゆっくりさよならしていくことができたのかなというふうに思ってます。パクさんはキャンパスと苗畑をつないでいた橋をあの橋と呼び、橋の記憶を残すプロジェクトに取り組んでいます。
橋の姿や撤去の様子、人々の橋にまつわる思い出などを記録し、橋の時、あの橋へという2つの作品を作り上げました。でまず1個は自分の後作品にこのプロセスを残して何らかの形で作品にしようっていうことが一つありまして、あともう一つは橋撤去するとクレーンの作業場所を作るっていうことから結構な本数の木を伐採したんですね。そのまま燃やすのもちょっと物語がある木なので、ここに生えていた木っていうところの記憶や記録をちゃんと残していきたいなっていうふうに思ったところがあったので、その木を使って何かプロジェクトができないかということを考えたのがあります。地元の家具の作家さん12組伐採したイチョウとアカナラを使ってオリジナルの椅子を作って展示をするっていうプロジェクトが一つ、森林に関する思いをそれぞれトークするっていう、トークシリーズもずっと進めているっていうところが一つあります。パクさんは椅子の作り手と研究者が語り合う場を設けました。普段は交流することのない人々がコミュニケーションを取ることで、互いに新しい発見が生まれるのではないかと考えたのです。橋のふもとには古い温室があります。パクさんはあの温室と名付け、ギャラリーとして蘇らせました。当時は実験が終わったいろんな機材がもうびっしりあったので、もういろんな古いものがあったりして、いわゆる埃臭い錆びれていた古い温室があったっていうところなんですけども、ここ入った時にもまずこのガラス張りの建物っていうことが持つ魅力っていうものがやっぱり時間の積み重ねと相まってすごく待ってましたっていう風に感じました。橋がなくなってから迎える初めての冬、パクさんは温室で展示会を開きました。作品名は苔の息。陶芸作家阿部育乃さんとの共同制作によるものです。昼と夜がガラッと変わるような展示の構成になっていて、あと今雪降ったからすごく先週とはまた展示の風景が変わってるんですけど、そういった周りの環境も取り入れたような形の展示ができればなと思って作ってるところです。温室をパクさんに紹介したのは、北方生物圏フィールド科学センターの林忠和さん。フィールド科学センターは苗畑をはじめとする北海道大学の数々の研究施設を管理しています。林さんはそれら全体の広報を担っています。秘密の花園を見つけて、ここをなんとか悪い秘密基地にしようと思ってたんですけども、パク先生に紹介したのが運の尽きで、ここまでどんどん話が広がってきたかなって感じですかね。フィールド科学センターの施設ってその教育や研究以外の魅力とか利用価値とかっていうのも非常にたくさんもそのポテンシャルを持っている施設がたくさんあるので、それを今回はパク先生に使ってもらって魅力を引き出してもらって広報につなげるというふうに考えてます。今回はそういうアートという切り口、本当に今までに多分この大学の中になかった切り口で、新しい人に来てもらう機会が提供できたんじゃないかなとは思うんですよね。この温室っていう場所の特徴を生かして、ここでしかできないようなアート表現ができるかなというふうに思ったんですね。で、北海道大学は実はそういう場所がいっぱいあったり、あと学問に対しても例えば地質学だったり生物学だったりでいろんな学問の切り口があると思うので、そういったものを自分にインプットして、それについて自分はどういうふうに考えるのか、未来にその学問がどういうふうに進んでいけるのかっていうことを積極的に考えて、アートは例えば私はこう思うとか、これでこうじゃないのっていうことを社会に問いかけていく役割があると思っているので、
そういった活動をしてるのかなっていうふうに思っています。札幌キャンパスのすぐそばで行われてきた森林や環境科学の研究、そしてアートプロジェクト。小池さんとパクさんに目指す未来について聞きました。やっぱりもう一番言いたいことは、どんな時代になってもね、守るべき国土と森林があると。その森林のことをきちっと体系立てて学んで、世の中次の世代のために森づくりをやっていく人たちっていうのは、我々のところで勉強していただくのが一番いいだろうと思います。北海道大学にアートをインストールしていくっていうことが今のところ私のアートプロジェクトの目指しているところなんですけど、現代アートの実技の文脈がない中でアートをどんどん北大をフィールドにやっていくっていうことが、いろんな方法でできればいいかなっていうふうに思ってます。時代の流れに沿って少しずつ姿を変えながら、あらゆる用途に役立てられてきた札幌研究林の実験苗畑。いくつもの可能性を秘めたこの森は、これからも研究者や学生たちに優しく寄り添ってくれるでしょう。